どうもこんにちは、4号ハウスのひげこいです。今回もご視聴いただきましてありがとうございます。今回は2021年最後に購入をしたフォクトレンダーノクトン 50mmF1.5L マウントの紹介をしていきたいと思います。今回の動画ではこのレンズがどういったレンズなのかっていうことを簡単に紹介するのが一つと、あとは何で買ったのかっていうところですね。それがもう一つと、実際につけてみてどんな感じかで、最後に写真などその辺について紹介していきたいと思います。ではこのレンズがどういったレンズかということについて紹介していきたいと思うんですけど、レンズの名前はノクトンですね。ノクトンの 50mm、焦点距離が 50mm、絞りが開放 F1.5 っていうレンズで比較的明るく写すことができる単焦点レンズです。このレンズは結構昔に発売されていたレンズで、年代的にはオールドレンズって呼ばれるぐらい古いレンズにはなるんですけど、レンズのマウントが L マウントのタイプですね。このノクトンは今でも売られていて、現行レンズは VM マウントって言ってライカの M マウント互換になるんですけど、僕が購入したこちらのレンズは L マウントのタイプになります。この L マウントっていうのはマウントのここのボディとつなげる部分が溝みたいなのがあって、スクリュータイプっていう感じのものになるんですけど、こうやってこれマウントアダプターなんですけど、くるくる回して入れ込んでいくタイプですね。こんな感じのタイプになっているので、こういうマウントアダプターを購入して使っていただくことになるんですけど、 L マウントのマウントアダプターで言えば一番安いもので言うと K&F コンセプトのものが1900円ぐらいで売られていたと思います。多分K&F コンセプトのものでも全然使えるんじゃないかなと思います。マウントアダプターをつけるとこれで L マウントから M マウントに変わるんですけど、それを例えばですけど、僕の場合だったらこれですね、コニカヘキサ RF っていうカメラがあるんですけど、 KM マウントっていうコニカの M マウントなんですけど、これをこれに変換した後にこうやってつけるみたいな感じですね。これで一応もう距離計も連動するみたいなので実際に使ってみたんですけど、ピントも自分の技術的に合ってない部分もあるとしても、一応ちゃんとピントも合わせられたので距離計は連動しているっていう感じです。なので問題なく使えているので、こういったライカの M マウントと一緒に使うことは可能っていう感じですね。一応僕の場合だったらこのフィルムカメラのコニカヘキサ RF っていうのもあるんですけど、富士フイルムでも一応僕はマウントアダプターを使って M マウントのレンズを使えるようにしているんですけど、こういったものとこの L マウントのアダプターと M マウントのアダプターを重ねて、ここが M マウントから X マウントに変わるので、こんな感じで XE4 ですけど、これはこんな感じで使ったりしています。で、今回僕が購入した L マウントのタイプと M マウントのタイプ、 VM マウントのタイプっていう現行タイプ、どっちがいいかとかどっちが悪いかっていう話もあるかなとは思うんですけど、僕的には今回これを購入した理由っていうのが安かったからですね。昔のレンズなんで金額的にはかなり安くて、こっちのレンズは3万円ぐらいで購入することができるんですよね、 L マウントは。で VM マウントは多分、10万まではいかないと思うんですけど、何本ぐらいかな、8万ぐらいするんじゃないですかね。現行レンズなんでやっぱ高いと思うので、その辺もあって、この L マウントのタイプを購入しました。 L マウントのタイプと VM マウントのタイプでどこが違うかっていうと、マウントはもちろんなんですけど、レンズのデザインが違うらしいんですよね。デザインの部分が色とか質感とかももちろんその作りとか変わってきてるのかもしれませんけど、実際に一番重要なこのレンズの部分っていうのは一緒らしいです。作りとか構成とかそういった部分については同じらしいです。なので全然その辺はもう気にせず買ってもいいかなと思って、もうマウントアダプターを使えば全然使えるんで L マウントを選びました。同じ構成同じレンズとは言っても年代はやっぱり違うんで、多少のオールド感とかその曇りとかカビとか、あとは最悪バルサム切れとか、そういった網目状にクモの巣みたいな感じでこうレンズの中がシュワシュワってなってたりするような感じの、不具合があったりするのは仕方ないことかなと思ったんですけど、その辺を気にしない方っていうのはこの L マウントでも全然問題ないんじゃないかなと僕は思います。ちょっと曇りとかはやっぱあるんですけど、外観だけ見るともうめちゃめちゃ綺麗で、個人的にはこっちを買って全然良かったかなと思っています。なんで買ったのかっていうところをもうちょっと掘り下げていくと、フォクトレンダーとかカール・ツァイスのレンズってこの質感とか重みとか作り込まれている感じとか個人的には好みだったりするので、
ちょっと集めたいなっていう感情もあるんですよね。ただ単に物欲的にも。でレンズを使ってみたりとか写りの部分もすごい気になるところではあるんですけど、単純にちょっと欲しいっていうのがあって、なんか男心をくすぐられるというか、そういった表現で合ってるのかわかんないんですけど、その辺もちょっと気に入ったポイントではあります。で実際に使ってみた感想なんですけど、この KM マウントのコニカヘキサ RF に北斗レンダーノクトーンをつけた時なんですけども、全然普通に使えますね。もうめちゃめちゃしっくりきます。こんな感じですね。すごいかっこいい感じで、L マウントのアダプターが薄い割にしっかりしてるっていうのもあるので、もう全然全く問題なく使えているんじゃないかなと思うんですけど、あとはこのシルバーのレンズとブラックのボディが合うかどうかっていうところなんですけど、こうやって映像で見るとちょっと合わないような気もするんですけど、実際に見てみると意外としっくりきたなと個人的には思いました。僕自身このシルバーのレンズって初めて購入したんですけど、意外とかっこよくて、ちょっと使い込まれたような感じの色味になってくるともっといい感じになるんじゃないかなと思ってます。操作性とかについてなんですけど、このピントリングはちょっと重たい感じはあります。僕が持っている他のマニュアルフォーカスのレンズよりもちょっと重ためではあるんですけど、レンジファインダーの20像合致式のカメラだったら、この微調整とかはこれぐらい重たい方がしやすいんじゃないかなっていう部分もあるので、特に問題なく使えましたし、そこまで気になるっていうことはなかったですね。ただ富士フイルムにつけて使った時はちょっとなんか違和感というか、もっさり感がちょっと気になるなっていうのはありました。でここの絞り感ですね。絞りのこの変更するこのクリック感、これはめちゃくちゃ良くて、カタカタカタっていう音とかもすごい気持ちが良くて、めちゃくちゃ気に入ってます。次は、富士フイルム XE4、 こっちにつけた時ですね。XE4 につけた時はこんな感じですね。こんな感じで全然かっこいいかなと思うんですけど、この 50mm のレンズを APS-C のこの富士フイルムのカメラにつけたら中望遠になるんですよね。70から75ぐらいの間だったと思うんですけど、焦点距離が結構使いづらい焦点距離で、画角も狭くなるんで、このレンズで使える範囲が狭くなってしまうので、ちょっと難しい部分もあって、でその狭くなってしまう分、このピントの調整もシビアというか、なんか合わせづらいというか、そういう感覚があるので、このピントリングがちょっと重たいのが富士フイルムで使った時の方が若干気になるかなっていう印象です。見た目なんですけど、こうやって見るとコニカヘキサーと全然変わらないような感じではあるんですけど、自分の感覚で言うとヘキサーの方がちょっと大きいんで、このぐらいのレンズだったら XE4 よりも XT4 とかちょっとごつめのカメラに合わせた方が見栄えは良くなるんじゃないかなと少しだけ思います。 M マウントのアダプターも薄いとは言ってもちょっと1センチちょっとぐらいはあるので、やっぱりその辺が見栄えを損なってしまう部分ではあるんですよね。だからこれがなかったら XE4 につけても全然かっこいいんじゃないかなと思うんですけど、見た目的にはちょっとそこのマウントアダプターが気になるっていう感じですかね。でさらにこのフードをつけてしまうと結構でかいですね。こうなるとちょっと大きすぎるかなっていう印象です。フードを取った状態で使いたかったら、これに合わせたレンズキャップを買わないといけないっていうデメリットもあるんで、一応このフード込みでこのレンズは考えた方がいいかなっていう感じです。もちろんその逆光とかの時にフードがあった方がいいっていうのもあるんですけど、その見た目の部分で言うとちょっとその辺はどうかなっていうところはあります。実際に撮ってみてどうだったかっていう話なんですけど、フィルムで2本撮ったんですよね。こっちのコニカヘキサ RF
さっきと見た目似てるような感じでちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、このフィルムカメラの方で撮影をしたんですけど、その時にはかなり使いやすくて結構サクサク撮れて、で実際に撮った写真の写りとかで言うと柔らかい写りでとてもいい感じだったなという印象です。で曇りの影響があってふわっとした雰囲気になっている可能性もなくはないんですけど、全然僕としては許容範囲というか、どっちかというとそういった写りを期待していた部分もあるので、キリッとカリッとしすぎない感じぐらいがいいかなって思ってたので、すごくこのレンズを気に入りました。その時使ったのがポートラ400、コダックのポートラ400とカラープラス200っていうフィルムを使ったんですけど、ポートラ400を使った時よりも個人的にはカラープラス200の方が合うかなっていう印象を受けました。でなんでそう感じたかというと、カラープラス200の方が若干優しいふわっとした写り、淡いような感じの写りになる印象があるので、このレンズの印象が先ほども言いましたけど、曇りとかの影響もあってふわっとしてしまっている可能性はあるんですけど、優しい感じにしたいので僕的には、なのでカラープラス200の方がいいかなっていうふうに思っています。ポートラ400自体は僕はもちろんめちゃくちゃ好きなんですけど、このレンズに関してはどちらかというとポートラ400は合わないまではいかないんですけど、カラープラス200と比べるとちょっと違うかなっていう印象を受けました。であとはですね、デジタルでも何枚か撮ったんですけど、ちょっとやっぱ今のところその外でがっつり使ってるわけじゃないので、室内で撮ると結構やっぱ中望遠になったらきついかなと思ってます。今回出せるような作例というかデジタルの写真があまりないので、今回は紹介しないで終わろうとは思うんですけど、今後もまたXE4、XT4 どちらかにつけて公園などに行って撮影してみたいなと思っているので、もしよかったらまた見に来てください。このレンズを3万円で使えるのはすごく魅力的だと思いますので、本当に買ってよかったなと思っています。今後このレンズ以外にも、L マウントとか M マウントのオールドレンズとかもそうなんですけど、現行のザイスとかフォークトレンダーのレンズもっと買っていきたいなと思っていますので、そういったレンズの作例とかその辺も気になっている方がいらっしゃいましたら、もしよかったらチャンネル登録をお願いいたします。それでは今回はフォークトレンダーノクトン 50mmF1.5L マウントの紹介をしてみました。それでは今回もご視聴ありがとうございました。ではまた。